ホラーなんだけど、すごい映像が綺麗だったり。でね、この監督のダリオ・アルジェントっていう人はね、77年版の監督なんだけど、この人は、まあ実はマカロニウエスタンの巨匠の、まあ荒野の用心棒を監督したセルジオ・レオネの元で、ベルトリッチと一緒に脚本を書いたんでね、レナルド・ベルトリッチ。ウエスタンって映画があって、Once Upon a Time ウエスタンだっけ、ウエストか、Once Upon a Time in West って映画があって、それの脚本を確か書いてるんだよね。で、もともと映画雑誌のライターかなんかだったの。だからそれをレオネが目をつけて、じゃあ脚本書いてみなよって脚本を書かしたのが、最初の映画業界の入り口だったらしいんだよね。サスペリアが、まあ、日本で大ヒットして、で、そこからね、日本にイタリアンホラーが、まあ、続々と公開されて、これは別にアルジェントの映画だけじゃなくて、いろんなイタリアのホラー映画がいっぱい日本でも公開されて、イタリア映画の全盛期ですね。俺が本当に、高校生ぐらいの時はものすごいこういうイタリアの B 級ホラー映画が公開されてたね。まあ、あとね、やっぱりね、このダリオ・アルジェントって、やっぱりね、そのセルジオ・レオーネの、まあ、弟子とは言わないけど、まあ、のそばにいただけあって、すごく、このサスペリアもバロック的な表現だよね。ちょっと見せ物的っていうか、誇張してるっていうか、すごくこう、派手な感じで、見栄え優先みたいなさ。前に言ってたようなその目のアップとか、ああいうアニメっぽいというか、前の時アニメっぽい演出って言ってましたもんね。それがやっぱりそのアルジェントも結構そんな感じだよね。アニメっぽい見せ方をするみたいなさ。そういう意味でもその絵だけじゃなく、そういうところも結構アニメっぽいようなイメージだったね。それで結構アニメはまあ引用しやすかったりするんだよね。まあなんか恐ろしいのに美しいみたいなさ。このアルジェント版のそのサスペリアもなんか女の子すごい綺麗に撮るじゃないですか。女性を綺麗に撮ってるよね。まあバレリーナの学校っていうところもあるし、バレリーナの学校で全寮制のバレリーナの学校じゃないですか。そうなるとやっぱマドカマニカとかにやっぱ近いなんか共通点感じますね。そうね、教室の風景とかもちょっと多分マドカマニカとか似てるよね。で音楽がゴブリンっていうなんてバンドがやってて、これもねちょっとゴシック的な音色で、まあ、当時流行ってた、まあ、プログレロックの系譜にある、ね、プログレっぽい。だから例えばピンク・フロイドとか、EL&P とか、イエスとかね、そっちの系統だよね。すごくロックっぽいし前衛的っていうかちょっとアートっぽい、ね、そうですね。だからそう考えると本当 B 級ホラーとはいうものもすごい前衛というかアートの最先端というか、そこが逆にすごく若者向けなんだよね。若者向け、プログレロックが入ることですごく若者向けになってて、でこのサスペリアもさクライマックスのあたりでさすごい音楽盛り上がるじゃない。テンション上がるよね。クライマックスとかのすごいプログレの盛り上がりみたいなのが。確かにプログレっぽかった。ちょっと新しい時代の映画って感じがするよね。確かにこう見たのはここ数年の話ですけど、確かに言われてみたら77年の映画って考えたらもうあまりに新しい演出法というか、確かに言われて確かにプログレロックだったなとか思いますね。でもなんかストーリーがよくわからないまではいかないけど不思議な展開じゃないですか。自分それこそリブートされた方の2018年版は見てるんだけど、話がもうわけわからなすぎて、これは77年版を見てればわかるようになったりする。わかりやすい句はなると思うね。基本の話の導入とかあらすじは同じなんで、でね、このね77年版はね当時ねコピーがあって、そのコピーがねめちゃめちゃ流行ったのよ。映画の予告でコピーが決して一人では見ないでくださいってコピーなのよ。予告の時に。で、そのコピーがめちゃめちゃ流行って、それ以来映画に結構コピーは強調されることになったのよ。なるほど。いろんなホラー映画とかいろんな映画にコピーがつくようになったのはここから始まったかなっていう印象。全米が泣いたとかですか？それとはちょっと違うね。まああんまり使われなくなりましたけどね。全米が泣いた。最近ね。まあでもこのキャッチコピーは決して一人では見ないでくださいってのはすごいバカ受けして、まあなんか後のホラー映画はまあ怖がらせようとするような分かりやすいコピーをポスターとか予告編でまあ強調するのが流行ったかな。でこのポスターもかっこいいよね。まあ国際版のポスターだとさ裸のさ女の子がさ血まみれでバレエ踊ってる絵じゃないですか。かっこいいポスターだなと思ったね。
そうだからサスペリアの舞台はあれアメリカじゃなくどっかなんですよね。ドイツか。でだからアメリカ人かなんかの子が主人公がそっちのバレエの学校に行く。だから一応英語なのよ、映画をね、それは多分国際的に売りたかったから英語にしたんだよ。だからアメリカ人の子を主人公にしてドイツが舞台なんだけど英語喋ってるっていうね。で大体そうリメイク版と共通してるのは着いた日になんか大雨でなんか中に入れなくてでなんか一回こうあんたなんか知らんっつって行くんだけどその時に何か異変を見てなんか入るところからなんかちょっとなんかここ変だなって言うんだけど次の日からは憧れてたその教室に入れて。でみんながこうバレエに勤しんでてでみんながこうそこの全寮制で暮らしていくんだけどでもなんかこう初日に見た子がなんか死んだらしいとかっていうところからだんだんと不穏な事件が増えていくみたいな。なんかそうやって聞くとそこら辺は一緒なんだね。そうそこ共通してた。まあなんかあれだよねドイツのなんか有名バレエ学校に留学してきたアメリカ少女のスージーっていう子がいて、で入団したバレエ学校の宿舎で全寮制の宿舎で次々とさ謎の、連続殺人事件が起こってでやがてスージーにもその魔の手が迫るっていう話でね。でまあ果たして連続殺人事件の犯人は誰なのかっていうところにまあ映画の核心が迫っていくわけだよね。でなんか一人がこの犯人の足音が聞こえるんだけどなんかこう外に出てないんじゃないかみたいなそれでこの足音の歩数を数えるんだよね。でそこで教室内にどこかに隠し部屋があるんじゃないかっつってその歩数を数えて場所を見るっていうところも77年版と2018年版共通してて。そうかそうか。なるほどなるほど。あの辺のだから流れとして結構共通してるところがあるから多分77年版を見てると、なんかあそこ流れだなって分かりやすいからちょっと18年版もいろいろ足してるから分かりづらくなってるかもしれないけど、2つ見ると分かるようになるかも。77年版は結構あれなんですかいわゆるこう残酷シーンみたいなのあるんですか？ある残酷シーンある。殺されるシーンは結構ズバーンといったりするよね。ズバーンといきますよ。決して一人では見てはいけない。決して一人では見てはいけない映画ですからね。自分の感覚だとまだ77年版はまだこう見れるんですよ。18年版はもう目細めてほとんど画面見れなかったですね。怖かった。このまあちょっとネタバラシをね言うと、まあこれネタバラシですから見てない人は聞かないようにね。でネタバラシを言うと実は犯人は誰なのかっていうとまずこのバレエ学校の教師たちなんだよね。で教師たちは実は人間じゃないんだよね。教師たちは実は魔女なんだよね。出た魔女。魔女で若い女の子たちの正気みたいなものを得ることによって殺して正気を得ることによって不老不死になってるっていう話で、で実は魔女は教師たちだけじゃなくってこの学園も魔女なんだよね。学園そのものも魔女でマルコスっていう魔女が最後姿が見えなくてどこにいるんだって話になるんだけど、実は学校そのものが実は魔女みたいなものになってるっていう話でもあってね。だからそのバレエ団とかそういう学校っていうシステムがそういう若い女の子たちを集めてそのエネルギーを吸い取るためのシステムだったっていうところが後半分かってきて。それ18年版だけ見ててよく分かんなかったとこだ。でも18年版はそこ結構あからさまに描いてた気がしますね。むしろそこを強調してるよね。77年版はそこ逆にあんまり分かんなかった。まあでも分かる人には分かってて大林信彦さんが監督がハウスって映画を撮ってるんだけどハウスの中も、まあ、このサスペリアが女の子を学校が女の子を食べてるみたいなニュアンスを、まあ、ハウスでも使ってたかなっていう。まあでもなんていうのかな2018年版は77年版の単なるリメイクじゃないんだよね。やっぱ違うんですね、ここは。違う。ここはね、2018年版は、まあ賛否両論あって。そうなんだ。77年版はね、まあ多くのホラーマニアに、まあ今も愛されてるすごい作品なんだよね。今でも好きだっていう人いっぱいいて、今でもいろんな人がこの77年版のサスペリアを語ってるんだけど、まあこのね、新しく作られるって聞いた時にね、みんな多分リメイクなんかつまんないだろうと思ったと思うんだよ。結構時間空いてますしね。そうで僕もいや
そんなリメイクすること意味なんかあるって無理だろうとかって思ったんだけど、見たらねもうびっくりだよ。俺びっくりしちゃって、俺実はねこの映画を3回見に行ったんだよ。あまりにもびっくりして、って思って。本当かよって思って、そんだけ俺びっくりした。どの部分なんですか？何を伝えようとしてるのかっていうところにすごく僕は惹かれたね。テーマが違うんですかこれは。77年と18年。テーマは違うね。もっとなんていう77年版はおそらくこれ僕の想像だけど、いつも言ってることだけど、これは冷戦の時代に作られた映画なんだよね。で、わからないものっていうものが恐ろしいっていうのが冷戦映画で、スター・ウォーズ、エイリアンもそうだし、スター・ウォーズなんかでもそうじゃないか。そういう意味だと、サスピリアももちろんそうなんだけど、この2018年は、そこをさらに深掘りしてるんだよね。その、わからないものの正体、冷戦の正体っていうことをさらに深掘りしてるんだよね。で、この2018年版の舞台は77年なんだよね。そうらしいですね。77年のドイツのベルリンが舞台になってるんだよね。もうまさしくな。まさしく。で、このバレエ学校の入り口の前にはベルリンの壁があるんだよね。そうですね。なるほど。もうそこをド直球でもうそこをやろうっていう話で、まさしく冷戦です。そうだからそれがね僕はすごく驚いたね。そんなド直球なことするんだ。逆に77年版のところはそこはいわゆるさメタファーとしてだけであって、はっきりそこは描かなかった、ね。そこはそんなに深掘りはしてないんだよね。なるほど。要は時間が経ったことによってその冷戦っていうものに対して考察がちょっと発展したってことなんですかね。そうだね。あれは一体何だったのかっていうことが時間が経ってさらに分かった。しかも77年の時はまだ冷戦中だからベルリンの壁は存在してるわけですよ。だから2018年はもうベルリンの壁は崩壊してるわけですよ。その崩壊した後に77年に存在してたベルリンの壁のことを書くわけですよ。なるほど。そこがすごいなと僕はオンタイムの時にはその後どうなるかっていうところは漠然と不安とか怖さを描けるけどそこまでは分かんないですもんね。なるほどなるほど。これ監督はね「君の名前で僕を呼んで」っていうねルカ・グアダニーノっていう人ね、名前難しいな。ルカ・グアダニーノ。でもすごい人気になった作品ですよね。そうですね。でこれ音楽がねトム・ヨーク。このトム・ヨークの音楽もそうこれトム・ヨークですよ。このなんか声がいっぱい入ってるじゃないですか。ちょっと怖い声が、あれトム・ヨークの感じ。なるほど。またこっちもまた前衛的な夫人ですね。そうこれはこれでまたすごい怖い感じだなと思ってね。まあでもこの映画本当にね面白さを説明するのが難しいよね。これ人によったら寝るからね。だから俺はめちゃめちゃ怖いと思ったんだけど、で一緒にこれめちゃめちゃいい映画だから見に行こうよって言って連れて行ったらそいつ寝てたからね。全然こいつには届かないんだと思って。でも気持ちわかります。前半結構眠かったんですよね自分も。ダンスシーン多いからね。あとそう77年版はバレエなんだけどこっちはモダンダンスになってるんですよね。ダンスの種類もちょっと変わって、あれってモダンダンスって言うんだダンス。そうなんかこう型がないというかこう自分の中をさらけ出せみたいなこうちょっと型を崩す。それこそバロックというかその型を壊していくっていうジャンルにそこも大きく違ってて、あとなんか物語の最初はなんか77年ってめっちゃドイツで学生運動が盛んだったみたいなんだよね。でこれ俺も知らなかったんだけど、いわゆるその赤軍が学生の中に入り込んで大学生がすごい暴れてた時代らしいんだよね。確かにありましたねそういう表現。なんかそうだから最初デモとか学生運動がすごいやってる中で、パトリシアっていう女の子がクランペラ博士っていうその大学教授のところに訪ねてくるっていうところから始まるよね。でパトリシアはチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またのご来店をお待ちしております。